皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア兵に対する投降の呼びかけ、この動きはどのようなことになっているか見ていきましょう。また、ウクライナ最大の支援国であるアメリカの国民の気持ちは今どのようなことになっているのか、こちらもご紹介していこうと思います。なお、現在ウクライナの戦況情報としては、南部戦線においては1日で100平方キロメートルの領土を奪還したとウクライナは発表しています。大きな集落といったものはまだまだ先にしかない状態ですから、前線での小競り合いのようには見えますが、しかし、確実に前進はしているので、ロシア軍にとって大きな拠点となっているノーバカホフカやヘルソン市の攻防戦といったものへといずれは繋がっていくでしょう。それでは戦場以外ではどのような動きが起こっているのか、まずは投降兵の呼びかけに関連するニュースからいきます。ウクライナの投降ホットラインがロシア兵の命綱に。部分動員令の混乱と不満に乗じて、ウクライナの情報当局がロシア人の命を救うホットラインを開設。兵士を使い捨てにするロシア軍の徴兵を逃れようとする動員兵や、動員前のロシア人にとっては、これが生き残る唯一のチャンスか。ウクライナがロシア兵向けに開設した投降ホットラインに、すでに数千件の連絡が入っているという。ウクライナ国防省のユソフは、地元メディアのテレビ局に対して、ロシア兵に投降を呼びかける、この I want to live 生きたいプログラムは公式な計画の一環で、敵の兵士が安心して投降できるようにするためのものだと説明した。投降したいと電話をかけてくるロシア兵の数は数万人に上るのかとキャスターが質問すると、ユソフは、ホットラインはまだ設置したばかりだが、利用者はかなりの数に上ると述べた。ユソフはまた、ロシアのプーチン大統領が部分動員令を発動して何万人もの予備役を招集したことに加えて、東部ハルキウ州の大部分をウクライナ軍が奪還するのを見て、投降を希望するロシア兵が急増したとも述べた。ユソフはテレビ局に対し、占領軍の一員としてウクライナに配備されている兵士だけではなく、招集を受けたばかりで、まだロシア連邦の領土にいる兵士やその親族、さらには自分も招集されるかもしれないと恐れている人々からも、ホットラインに電話がかかってくると述べた。開設から数週間で投降希望者からの連絡が2000件以上入っている。ユソフは、ウクライナはロシアと違って民主主義的な法律とジュネーブ条約に従っていると述べた。投降したロシア兵は戦争捕虜として扱われ、ユソフによれば衣服や食事が保障される。彼らがどこに抑留されているかが国連やその他の人道支援機関に通知されることになる。我々は文明国であり、今では世界中がそれを認めている。生きたいというプログラムは命を救うという保証だ。兵士たちを砲弾の餌食にせず、彼らの尊厳を守り、彼らが戦争犯罪に手を染めることがないようにするためのものだ、とユソフは言う。ロシア軍の司令部は多くの場合、兵士たちを犬死にさせているが、このプロジェクトはロシア兵の命を救う。生きたいプログラムを担当するウクライナ国防省の報道官は、イギリスデイリーエクスプレス紙に対して、投降ホットラインの利用者には、兵士の他に息子や夫に生きていてほしいと願う親族も含まれていると語った。同プログラムでは、投降した兵士に1日3回の食事や医療を提供し、親族に連絡をする機会も保証していると報道官は述べた。ロシア兵がウクライナで生き延びる唯一のチャンスが投降することだ。この記事の補足なのですが、取材時よりも現在ではプロジェクトの知名度がロシア側で上がったようで、電話がパンクするもしくは電話がかかりにくい状態というのがそれなりに発生したようです。これに伴って連絡手段を増やしてほしいという苦情が来るようになり、テレグラムという SNS ツールを使うことによってネットからの問い合わせも受け付けるようにしました。そして、ロシアとウクライナではどのような対応をしているかについても少し補足をしておきましょう。ゼレンスキー大統領はロシア兵に対して投降の呼びかけを行っています。記事の紹介にもあったように、国際協定にのっとって捕虜を扱うことを約束し、その上でロシアに戻ってからの処遇を恐れる場合には、ロシアに送還しないという条件も付け加えています。なぜロシアに送還されるのをロシア兵が恐れるか。それはプーチン大統領が厳しい措置を取るからです。プーチン大統領の兵士への対応を脱走や戦闘拒否、命令違反、降伏などを行ったロシア兵に10年の禁錮刑を課すというものです。なお、投稿するにあたって模範的な例という動画も投稿されています。こちらは画面の奥からロシア軍の兵士が歩兵戦闘車に乗った状態でやってきます。砲塔を空に向け、先端には白い布を掲げています。
このような投降する時にも事前に降伏の申し出といったものが連絡されていれば、両軍にとってはスムーズにことが進むでしょう。もしも戦場においてこのような投降といったものが行われる時においても、もしかしたら投降するふりをしてウクライナ軍兵士たちが姿を現したところを後方の部隊が狙うといったことも考えられるわけです。ですからこうした投降する場面というのは両軍にとっても非常に緊迫する場面だと言えます。また、ロシア軍の場合だと兵隊にかなり問題があるために、前線では食料事情も非常に悪いということが知られています。そういったこともあって、ウクライナ軍の食料事情を紹介して、少しでもさっさと降伏してウクライナ側に来た方がいいよという意味で、食事風景なども公開されています。こちらはウクライナ軍の国境警備に当たっている部隊の食事風景だそうです。テーブルの上に乗せられている料理はボルシチとお寿司があり、どっちでもいいから食べてくださいという形になっています。ウクライナでは個人で経営する店に加えてショッピングモールの中にもお寿司屋さんがあるそうで、現地風にアレンジされたお寿司がそれなりに食べられているそうです。そしてちょっとロシアにとってはトホホなニュースも流れています。ロシア、トルコに冬服注文断られる。クレムリン、現政権の失敗。インタファックスウクライナ通信は、ウクライナの国防大臣の話として、ロシアが第三国を通じて防弾チョッキ20万着と冬服50万着を調達しようとしたが、トルコに注文を断られたと報じた。なお、ロシアではこうした装備品が全く足りないといったことが大問題になっているわけですが、ほとんどの場合、一応帳簿上は足りているはずだったという話が出ています。そしてこちらが動員された人たちが自腹で購入した方がいいよと推奨されているものの一覧です。ほぼほぼ全て自前で揃えた方が良いとされています。なお、ヘルメットもこの中に入っていますが、ヘルメットについても物品調達の中で汚職、横領といったものが非常にはびこっていて、軍用のヘルメットよりも安いサバイバルゲーム用のヘルメットがかなり紛れ込んでいるということから、ちゃんとしたものは自分で買った方がいいよと言われているそうです。最後にアメリカの世論についても少し見ておきましょう。ロイター通信の行った世論調査によると、ウクライナ武器供与、米国人7割強が支持、ロシアの核威嚇でも。5日公表されたロイター・イプソス調査で、アメリカ人の約4分の3がロシアが核兵器使用の可能性に言及しても、アメリカは引き続きウクライナを支援すべきと考えていることが分かった。それによると、回答者の 73% がロシアが核兵器使用に言及しても、ウクライナ支援を継続すべきと回答。支持政党別では共和党、民主党問わず支援継続を支持したが、民主党の方が 81% で共和党の 66% を上回った。特にアメリカがウクライナに武器供与を続けるべきとの回答割合が 66% と、8月に行われた類似調査の 51% を上回った。11月8日の中間選挙でウクライナへの軍事支援継続を掲げる候補に投票する可能性がより高いとの回答は 68%、ウクライナ難民の支援を掲げる候補者に投票する可能性がより高いとの回答は 72% だった。ウクライナ軍に投降したいんだけどどうしたらいいだろうか。そういった具合にして投降の呼びかけとその受付窓口ができて、そこに電話がたくさん来るというのは非常に良いことです。ただし、連絡がついたからといってうまく投降できるかどうかというのは、残念ながらどこに配属されるかによってもかなり運命が変わってきます。それはなぜかといえば、現在のロシア軍には特戦隊が配置されていることがあり、敵前逃亡やウクライナ軍に投降しそうだなと考えられる人物については、その場で射殺される危険性があるのです。このことが特に顕著に現れているのがウクライナの南東部の戦線です。この地域は以前からウクライナ軍が非常に堅固な陣地を築いている地帯であり、ロシア軍も何度となく攻撃しているんだけど、なかなか前に進めないということになっています。だからこそロシア軍はこの地域には捨て駒になるような人員投入というものを繰り返して突撃を繰り返しています。例えば囚人兵が集められているとなった時にどこに配属されるか、その場合はこの南東部に配属されることが多いんだそうです。そもそも囚人兵は大して役に立たないと言われているような状態ですから、特戦隊がどうしても必要になると考えられています。この地域で特戦隊をしているのが傭兵会社ワグネルの部隊だとされており、上官の命令に不服を申し出た者や脱走した者、そしてウクライナ軍に投降しそうな者に対しては容赦なくその場で射殺を繰り返しているんだそうです。以前囚人兵3000人がこの地域に配属された際にも、
ほとんど支援のないような中で歩兵による突撃が繰り返され、囚人兵3000人は短い期間であっという間に全員が亡くなってしまったそうです。囚人兵たちにしてみても、無謀な突撃を繰り返しているんだから、ウクライナ側に投降したいと考えるでしょうが、実際の戦場においては砲弾が飛び交っているような状態ですから、そうそう簡単に投降しようにも、陣地に近づくことさえなかなか難しいものです。それでいて撤退命令が出ていない間に、ロシア軍側の陣地に逃げ帰ろうとすれば、その時には特戦隊によって銃殺されてしまうというわけです。ですから、投降したい兵士が投降できる環境かどうかというのも結構運に左右されてしまうものなのです。ですから今回ご紹介した投降の模範例とされる動画においても、これはかなりレアケースだと考えられます。なぜならば、この場合だと歩兵戦闘車の乗員全員が一致団結しなければ、このような投降はできません。誰か一人でも上官に報告すれば、穏便に済む場合でも本国に送還され刑務所に10年ぶち込まれるわけですし、上官の判断次第ではその場で射殺される危険性もあるわけです。また動員兵の人たちに装備がまともに行き渡っていないという問題も、もっともっとロシア国内で広く知られるようになれば、もう少しプーチン大統領に対する批判の声が高まってくれたらいいなと思います。ただこのあたりはなかなかロシア国内でも都合の悪い情報は特にテレビでは載ることがなく、インターネット上で知る人ぞ知る情報としてかなり広がりは少ないんだそうです。動員された人たちがその多くが家に帰ってこないという状況にならない限りは、なかなか厭戦気分も広がらないのかもしれません。一方、アメリカの今回の世論調査というのはかなり希望の持てるものだと言えます。なぜならば、アメリカは二大政党制の国ですから、どちらの政党が選挙に勝つかというのは政策を大きく変更するきっかけになってしまうものです。ところが、今回の世論調査から言えば、別に選挙の結果どっちが主導権を握ろうとも、結局はウクライナ支援を継続してくれというのが国民の声というのであれば、政策を変更する理由がありません。国内政治において、例えば民主党の政策に共和党が反対して、議会が紛糾してなかなか政策が決まらないという中においても、ウクライナ支援だけは淡々と超党派で話が進んでいけば、それは特にウクライナにとっては問題はないわけです。このような超党派の政策というのは台湾支援の政策などもそうで、共和党も民主党もどちらにしても台湾を支援することには前向きで、超党派の取り組みで台湾支援の政策などはよく決まるものです。中間選挙が行われる結果によっては、ウクライナ支援が急激にしぼむなどという心配をしなくていいというのは非常に良い世論調査の結果だと言えます。なぜこのようにアメリカの世論が大事かといえば、それはアメリカによる軍事支援、その総額というものがアメリカ以外の軍事支援の総額よりも大きいからです。NATO 各国という意味ではアメリカ以外の多くの国々からウクライナ支援は行われています。隣国のポーランドは戦車を大量に提供しましたし、また批判をたくさん受けているドイツも実は戦車や歩兵戦闘車以外であればそれなりの額を支援を行っています。しかし、あくまでもそれは比較的支援を行っているというだけであり、やはりアメリカが継続的に、そして大規模に行っている支援に比べれば、どうしても小さいものに過ぎないのです。だからこそアメリカの国民がウクライナ支援に賛同し、どんな選挙結果であろうともウクライナ支援が継続されるというのは、この戦争の向かう先というものを決定づけていると言えるのです。というわけで今回の動画はここまで。ロシアでは動員がかけられていますが、多くの人たちがまず国外脱出をしています。国外脱出する余裕や手段がない人たちは前線に投入された時に備えて、どうすればウクライナ軍に投降できるか相談をする人たちが増えています。プーチン大統領の兵士たちに対する扱いはかなりひどいものですから、今後もしかしたら投降する人たちが裏で結託して戦車に乗ったままウクライナ軍に投降してくるという光景が何度となく発生するかもしれませんし、そうなってほしいものです。また、ロシアは核兵器による脅しといったものを頻繁にかけるようになってはいますが、アメリカの国民は少なくともウクライナ支援をこれからも続けるべきだと考えていますから、選挙の結果がどうなったとしても、今後もウクライナに対する軍事支援といったものは継続されるでしょう。それに伴って戦場での勝敗といったものは必ずウクライナ軍にとって有利なものが続くはずです。
プーチン大統領はさっさとこれ以上損失を広げないためにも軍の撤退といったものを決断してほしいものです。そのような理性的な判断ができないからこそ本格的な侵攻はしたんだとは思うのですが。といったわけで最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。